こんにちは、ペンタロウです。今年買ったバイクを思い出すと8台だったので、割と走った順に紹介していこうかなと思います。年末特番ということで、姉妹チャンネルのラジオ的なノリでゆるくやっていこうかと思います。では最初1台目、 CB1300 スーパーボルドールのシルバー。これは2月ぐらいにうちに来ましたね。割と今年早めのところからいるので、そこそこ走ったと思います。この CB1300 いいところ、 CB1300 はですね、重量級の走りで、これはこれで貴重だと思います。極太トルクで王者の走り感っていう、そんなところですね。とっても静かで落ち着いてクルージングできるというのが特徴的ですね。クルコンもついてまして、ペンタロウはクルコンを通常あんまり使わないんですけれども、このバイクはですね、右手が重くて疲れるので長距離はだいぶお世話になってます。オプションのウィンドスクリーン大きめのやつですね、これをつけたんですけれども、なかなかこれが良かったです。ノーマルのボルドールスクリーンよりもですね、かなり綺麗に整理をしてくれて、長距離はだいぶ快適になりますね。高速道路も相当風が心地よくなりました。重低音を響かせて走るというのが心地よく、長時間も疲れないという、そんな感じのバイクですね。で、残念ポイント、これはですね、暑いです。激アツだと思いますペンタロウはですね、2月からスタートしましたけど、春までしか乗ってないですね。暑いので4月ぐらいでですね、ちょっと暑いなと、ちょっとというか結構暑いなっていう感じになってきて、当然もう5月の連休とかですね、それぐらいの暑さになるとまず乗る気にならないというところで、だいぶ早めに封印しました。で、10月11月とかのだいぶ涼しくなってきたところでまた乗り始めるかなっていう風な、そんな感じになってるので、1年のですね、半分ぐらいは休眠です。半分以上休眠かもしれないですね。暑さに強い人とかですね、ペンタロウはだいぶ暑さに弱いので、ペンギンなんで冬の方が強いですというところで、このバイクの暑さで夏場頑張る気には全くなれないです。あとは当たり前ですけど重いですね。非常に重いですね。重いのはまだ慣れとかでなんとかなるので、暑いより全然マシだと思います。取り回しとかもですね、人間がこなせる範囲だと思うので、でもやっぱり重いですね。十分に出すのが億劫になるぐらいの重さだと思います。で、おすすめ度、これなかなかですね、分かんないです。星0の人と星5個の人に分かれそうな気がするんですけれども、なかなか手放しておすすめはできないですね。重いのと熱いのは本当にいかんともしがたく、どうにも対策のしようがないので、それ無理ってなるともうゼロっていう、1年の半分休みなんて無理だろっていうふうに思う方は星0です。そこが許容できて重量級の走りが好きっていう人にはだいぶ好みが合うんじゃないかなっていうところですね。そんなわけでですね、スイートスポットが割と狭いという、そんなバイクになっております。で、余談なんですが、うちの1300ボルドールさんはですね、ファイナルが発表された時に買ったんですけど、このシルバーのボルドールさんはファイナル期待していたんですけれども、発表の写真を見たらちょっと幻滅しまして、それで15万も高いのかと思ってですね、これならシルバーの方がいいかなって思って、シルバーの在庫数台あったところ、ここでこのシルバー買わなかったら CB1300 に乗ることはないだろうなと思って、ファイナルがその時触手動いてなかったんでですね、じゃあ買うかっていう風な感じで、もうなくなるしっていうことで、そんな流れで1300ボルドールを買ったという、そんな流れになっております。で、オプションチクチクつけていきまして、エンジンガードをつけて、クイックシフターつけて、その大きいウィンドウスクリーンをつけてという風な感じで今に至っております。で、次が CB1000F。 これは11月ですね。つい先月に来たという、そんな感じです。発売日にゲットできませんでしたが、翌日にはゲットできたぞっていう、いろんなことがあったぞっていう話はまた別のところでやってますけれども、気に入ってよく走っております。で、いいところ、このバイクはですね、本当に利便性最高ですごいんですよ。どこに行くにも何にもするにも、とりあえず第一候補がこれっていう風に、そんな風になるえげつない万能感ですね。普通じゃないですね。これ自然に出番が増えております。なんだかんだまだ1ヶ月なんで大した距離じゃないですけど、伸びるでしょうね。この子はだいぶ距離が伸びると思います。問題は夏どうかっていうところですね。暑いレベルによって何月に封印されるかが決まってくるというところです。確実に夏場は封印されるとは思いますけれども、5月行けるぐらいで行くとだいぶ長生きなんじゃないかなっていうところですね。7、8月だけ封印で済むとだいぶもう年中活躍できるかなっていうところなんですけれども、オプションのカウルがいいですね。このこじんまりしたカウルがですね、ちょうどいい程よい防風性能で、見た目もこれで完成形になるかというくらいですね。特にこの黒赤ボディ、
こちらはですねカウルのデザインも調和してるので余計にいい感じだなっていうふうに思ってます。とにかく軽量感が半端なく、ピーキー特性ではなく扱いやすく何にでも使えて、かつエンジンがクソ面白いっていう、そんなすごいバイクなので、これは買って後悔しないんじゃないかなと、ベンタロは後悔してないですけど、というか本当に良かったなと思いますけれども、失敗したって思う人なかなか少ないんじゃないかなっていうふうに思いますね。失敗と思うポイントがあまり思いつかないので、というわけで残念ポイントはないですね。ないと思います。強いて言うとヘルメットホルダーが外にないとかですかね。シート下にあるんですけど、シート側じゃなくて車体側にあるんですけども、このタイプって川崎の W230 もそうなんですよ。でこれ慣れるとっていうか 1,2 回やるとすぐ慣れますけど、全然いけるんですよね。カシャって鍵でヘルメットホルダーを開けるのと同じようにシートをカシャって開けるだけなんで、それでヒュッてかけるだけなんでですね、このタイプ割といけます。シート側にのフックにかけるっていうのは結構難しいんですけど、車体側にフックがあれば全然いけますね。シートも軽く外れますし、グロームとかみたいに付け外しが異様にやりづらいみたいなバイクだとあれなんですけど、 CB1000F はシートも余裕で外れるので、スマートキーじゃないんですけど、スマートじゃないシートの外し方なんですけど、物理キーシュカッて出すっていう感じではありますが、CB1300 のタイヤにヘルメット当たるぞみたいな、そんな感じのポジションについてるより全然いいんじゃないかなっていうふうに個人的には思っております。というところで残念ポイントはないですね。はい、断言します。で、おすすめ度、これは星マックスですね。当然です。このバイクは本当買った方がいいですよ。本当にこれは買いだっていう人多いですけど、あんた買わんだろみたいないい加減な話も世の中には多いですが、ペンタロは本気で買ってよかったと思っておりますので、皆さんにおすすめです。 GSX8 以来の皆さんに手放しでおすすめっていうものですね。もちろん人それぞれ好みがあるので、ハマらない人もいると思うので試乗は絶対してほしいんですけれども、ただ手放しでおすすめというのはですね、ネガティブがないので、うわー失敗したみたいな、そういう感じの印象はないんじゃないかなと、おそらくそう思います。で、余談なんですけれども、発売日朝一で運輸支局に行ってですね、店舗開店と同時に受け取ってそのまま走り出すという計画を立てておりましたが、冒頭でお話しした通り1日遅れになりまして、いろいろあって車両来なかったんですよね。でも発売日夜には来たんで、なんとかその金曜日の夜にですね、車両が届き、その日に運輸支局に行って登録するっていうのも並行でできたんで、それで翌日の土曜日朝に受け取って走り出せたという、そんな感じでした。ああいう車両も店舗にはいつ来るかわからんみたいな感じらしいですね。来てみないとわからんっていう。前日くらいには明日行くみたいなわかるっぽいんですけれども、問い合わせると当日も何時の便かわかんないし、来るということにはなっているけど来るのか来ないのかみたいな、そんな感じのようです。とりあえずそんなこんなで最速に近い走り出しはできて、今も楽しくやっております。次、モトグッチ V7 スペシャル、これは1月ですね、新年早々だったと思います。こちらいいところ、V7 についてはいつも語ってるんですけれども、旋回感ですね。スパッと倒れてビシッと曲がっていくっていうあの感じが非常に素晴らしいですね。 V ツインらしい低回転の鼓動感と、それから回すとスムーズになるっていう、その二面性もまたなかなかの面白さを持ってまして、結構エンジン始動とかも迫力ありますし、すごいいろんな意味で面白いですね。予想を裏切る癖強バイクかなと思いきや全然癖ないし、いろんな意味でいい方向に期待を裏切ってくれるバイクかなっていうふうに、そういうふうに思います。で、残念ポイント、これはですね、ニュートラル入りづらいという。ただですね、ペンタローの今のスペシャルはニュートラル一発で入るんですよね。で、よくメーターのニュートラルランプ緑のやつですね、あれが嘘だっていう嘘つきニュートラルっていうのもあるんですけど、これもですね、嘘つかれたことなく、これの前に乗ってたですね、ストーン10というものがあって、それはもっと普通の V7 でニュートラル入りづらいし、なんとか嘘つきニュートラルにやられたしっていう、いつも通りっていう感じのものだったんですけど、なぜか今の愛車の V7 スペシャルはその残念ポイントがなく、そんなわけで残念ポイントなしっていう、そんな状況になっております。当たり答えですかね、少なくともそこについては。それでおすすめ度、星5つでいいのかな。いいですよね。なんかちょっと躊躇するのは何ですかね、星5つつけることにやや躊躇しますが、でもオーナーの人はきっと分かってくれると思います。純粋におすすめできるバイクだと思います。で、余談なんですけど、さっきちょろっとお話しした通り、ストーン10という別のスタイルのモデルを前の年に買ってて、11月ぐらいでしたかね。で、次期スペシャルが2眼メーターじゃなくなり、いろいろ好みと違う方向に行ってしまい、失敗したなっていう、スペシャル選んどけばよかったなっていう風な感じでいろいろ考えてスペシャルに買い替えたという、
そんな顛末でした。それで新年早々来たっていう、そんな感じです。この配色がいいですね。レッドストライプツイントーン。この年のモデルは黒もあったんですけど、白赤のこればっかり売れていたっていう風に聞いてます。では次、テネレ700ヤマハ。これは6月ぐらいですね、うちに来たのは。で、いいところ。これはですね、唯一無二感ありますね。スリムでかっこいい車体。細いんで、遠目に見るとそんなに大きくないんですけど、近くに来るとバカでかいっていう。キリンみたいな感じですかね。キリンってこうほっそりしてるけど、近くに行くと巨大なんですよね。顔とかすっごいでかくて。あんな感じです。エンジンもテネレのためにあるくらいのマッチング度合いといいますか、MT-07 の流用なんですけれども、セッティングを変えていて、もともとこのエンジンはいいんですよね。XSR700 も良かったし、全体的には直進安定性も高くて、ツーリングにも最適なバランスになってます。車高が高いので、走ってて気持ちいいですね。そしていざとなればガレ場にも突っ込んでいけるという、そんな信頼感もあるという素敵なバイクです。ペンタローヘタレなんで、セローくらいじゃないと本気のガレ場は辛いんですけれども。で、残念ポイント。こちらはですね、アシストスリッパークラッチにしてほしかったですね。MT-07 の部品をそのまま移植すれば済むんですけれども、それだけちょっと惜しいかなっていうふうに思ってます。それぐらいですかね。で、おすすめ度。欲しい4つくらいですかね。身長と合うか問題は、シート高と合わせてありますけれども、スクリーンのサイズと高さ、これもちょうどヘルメットに当たる風が増えて風切り音が辛いっていう人もいるかもしれないですね。意外とスクリーンと風切り音ってセンシティブだったりするので、このバイクは人を選ぶと思うんですけれども、フォルムが好きで快適ツーリングしたいという人には結構いいんじゃないかなというふうに思います。で、余談なんですけれども、テネレは出た当初から気になってまして、いつか買おうと思ってたんですよ。で、今年のアップデートがなかなかだったので、ついに行ってみたという、そんな動きになりました。色も明るい感じで気に入ってますね。では次、アフリカツインアドベンチャースポーツ ES。これは8月の末ぐらいですね。で、良いところ。これは抜群のパワフル感。いや、すごいですよね。蹴り出しのこの加速感半端ないですからね。さすがこの 1100cc で、かつ2気筒だとすごい瞬発力あるので、ものすごいそのパワフル感を味わえるっていうのが面白い。そんな感じです。あとは DCT もだいぶ楽なので、長距離ツーリングなんかもまずまずいい感じでできますね。で、残念ポイント。意外にシートが低いんですよね。シート低いというのはシートとステップの距離。もうちょっと膝に余裕がある方がいいかなっていう風に、キャラ的に、このバイクのキャラクター的には、そんな風に思ったりはします。そしてでかい。さすがにでかいですね。テネレよりもさらにでかいので、すごい邪魔です。本当に邪魔です。あとは重い。だいぶ重いですね。CB1300 ほどじゃないですけど、なかなかの重さなんで、大して変わらんというか、取り回しはこっちの方がむしろ辛いかなっていうような感じですかね。大きいので。そしておすすめ度。これは星3つぐらいですかね。オフロード熟練者は別として、アドベンチャースポーツをですね、ツーリングバイクとして考えると、他の選択もありますからね。例えばホンダのファミリーの NT1100 というものもありまして、正直そっちの方がいいんじゃないかなっていう感じはします。ツーリングバイクとして使うなら扱いやすいと思いますし、やっぱり本気感があるのが好きなんだっていう人向けなんで、スイートスポットがやっぱり狭いかなっていうところですね。バイクとしてはとっても楽しいですし、完成度も高いので、それはもちろんいいと思います。で、余談です。売れ残りのですね、登録済み未使用車を買いまして、登録から1年半以上経過してたんじゃないですかね。だから車検近いんですよね。あと1年くらいで車検が来ます。で、よく行くホンダドリームに寂しそうにこのでかいのがポツンといまして、なんかいろいろあって連れてきちゃいまして、捨て猫拾ってきちゃったような感じですかね。捨て猫というのにはだいぶでかいんですけど、そんな感じです。では次、CB1300 スーパー4 SP ファイナル。これは9月か10月頭ぐらいに連れてきました。いいところはおおむねボルドールと同じなんですけれども、丸めだとですね、スクリーンないんで風を感じられていいですね。そしてオーリンズサスペンションいいですね。デフォルトだとちょっと行動には硬いかなというところはあるので、弱めるとちょうど良さそうな感じがします。で、残念ポイント。SP はスタンダードよりさらに地面が遠いですね。スペック上1センチシート高いことになってるんですけれども、サスペンションの関係ですね。もともとシート高の割にだいぶ地面が遠いというシート下がですね、すごい広がってるんですよ。なんで相当横に足をつくような感じになるので、足つき悪いの代表みたいな感じですけれども、でそれがさらに遠くなるという、そんな鬼畜になっております。ペンタロー別に平気なんですけど、これだいぶ残念に感じる人多いんじゃないかなっていう感じはしますね。で、おすすめ度、これは例によって分かんないです。
丸めとボルドールとは目的によるでしょうね。いずれにせよ多分スイートスポットが結構狭そうというか、好みがだいぶバシッと当たる人じゃないとしんどいねっていう、そんな感じです。で余談なんですけれども、シルバーの1300ボルドールは在庫車なんですぐ引き渡しになったわけですけれども、店舗に何度か通ってたらですね、ちょうどファイナルの現物が入ってきてまして、現物見るとですね、なかなかいいんですよ。塗装の質感とか白赤もいいし黒もいいしっていう、それでファイナルいいなっていう風に後ろ髪を引かれ始めてしまい、メーカー注文できるギリギリの6月末に思い立って今から行きますっていう風に駆け込んだ思い出があります。そしてなぜかボルドールではなく丸めを選んでしまうという暴挙。真夏暑かったから風を感じたくなったんでしょうねっていう話をその時にしましたけれども、ラジオチャンネルの方でですね、冬だったら迷わずボルドールを選んでたんでしょうねっていう、そんな感じがします。はい、では次 CB1300 スーパーボルドールスタンダードファイナル。これはですね、シルバーから部品を付け替えて作業をお願いしたりとかなんだかんだやってるので、長いこと引き取らずという、そんな感じにいます。で良いところはもう2台話したんで同じですね。黒の塗装の部分ですね。違うのはこの黒塗装いいですね。 CB1000F のソリッドブラックよりもだいぶお金がかかってそうなメタリック塗装ですごいキラキラして素敵ですね。で残念ポイント、シルバーのモデルと中身一緒なのに15万高いっていう、ファイナル商法がえげつないというのが残念ポイントです。でおすすめ度、これも他と同じくわからんですね。 CB1300 の新車在庫ってこのお話ししてるこの瞬間もたんまりあるんですけども、この黒ボルドールが一番在庫ありそうな感じはしますね。人気ないんですかね。で余談です。これは CB1300 のファイナル丸めですね。それ注文しに行った時に、もともとそのスーパーフォア SP を注文したんですけど、納期が結構遅くて、11月以降ですねみたいな感じでですね、他のは納期早いんですかみたいな雑談をしていたら、黒ボルドールは割と早くて、じゃあそっちもっていう風に買うって言っちゃったということで増えちゃったという、そんな流れになっております。で次ゴールドウィング。こちらはですね、12月の年末に来ましたけれども、まだ本当に手元に来たばかりで、年末年始ゆっくりいろんなところ走って年が明けたらレビューしようかなっていうふうに思ってます。なのであんまりいいところ残念ポイントいろいろ話せないんですけれども、おすすめ度はこれ星5個ぐらいつきそうな気がしないでもないんですけれども、すごいバイクですね。本当にバイクじゃないっていうそんなカテゴリーな気はしますけれども、というゴールドウィングさんですが、またゆっくり詳しいお話はしていこうと思っております。というところで今年はですね、8台増えてしまいました。3台ぐらい減ったと思うので、プラス5台ぐらいになってしまったんじゃないかという、そんな感じではありますので、来年はですね、全力減車を頑張っていこうというふうに心では思っております。そんなこんないろいろありますが、また来年も頑張っていこうと思いますので、またよろしくお願いします。ということで、よろしければ高評価、チャンネル登録、ハイポいただけるとありがたいです。ではまた来年お会いしましょう。